はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回ご紹介するのはこちら。はい、ソースノイリーでございますね。で、こちらね、ノイリープラットのベルモットで、作るソースになるんですけども、こちらなんですが、今回は、ホタテと、そしてね、アスパラガスを使って、ちょっとね、軽く料理の方もご紹介しながら、こちらのね、ノイリープラットのこのベルモットについても詳しくね、ご紹介できたらなと思っております。ではね、早速作り方の方行ってみましょう。それじゃ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、材料の紹介です。こちら、ノイリープラット、ベルモットですね。ご用意ください。こちら、ヒュメドポワソン。すでにちょっと詰まっているものを用意しました。で、こちら、生クリームです。で、エシャロット。で、レモン汁とバターになります。よく冷やしておいてください。で、こちら、北海道産のホタテと、今回は福島の会津産のアスパラガスをご用意しました。で、エシャロットはエマンセで OK です。で、ホタテは耳のところを取っていただいて、水気をまず最初、よく取ってあげてください。で、そこから塩を片面だけで結構ですので振っていただいて、こちらのね、会津産のアスパラガス、非常にね、皮が柔らかいですので、軽く茹でて、で、焼いていきます。でまず、ソースの方からです。バターを溶かしたところに、こちらね、エシャロットを軽くね、スしていきます。で、この状態にまで持っていきましたら、ここでノイリープラット、ベルモットをしっかり入れていきます。もうここまでしっかり入れちゃって OK です。で、こうね、煮立てた時に軽く出たアクは取ってあげてください。で、このまま水分がなくなるまで、煮詰めていきます。ここまで煮詰めていただければ OK です。こんな感じですね。で、そこまでいきましたら、ヒュメドポワソン入れてあげてください。で、これで、軽くね、詰めていきます。で、しっかりね、詰まったところで、この生クリームを入れていきまして、さらにここから乳臭さをね、こう飛ばすためにしっかりね、火を入れていきます。で、ここで一回味を見ます。で、味を見ていただいて、問題なければここでこしていきます。で、この時、味を見る時のポイントなんですけども、乳臭さがなくなっていれば OK ですね。で、しっかり、絞ってあげてください。で、だいたいこれぐらいの量出来上がります。で、使う分量だけちょっとね、小鍋に移しましてソースに仕上げていきます。で、沸いたところに冷たいバター放り込んでいきまして、よく攪拌しましてブールモンテしていきます。で、ここで味を見て、塩気が足りなければ少し入れてあげて、で、ここでもう一回味を見て、で、ここでレモン汁を少量入れていきます。この時にもね、ポイントがありますので、こちらの後ほど詳しく説明します。で、こちらね、濃度の方を決めていただきまして、だいたい今回はこれぐらいに仕上げさせていただきました。はい、ではアスパラ火入れしていきます。沸騰したお湯に塩を入れまして、でそこにアスパラを入れて、だいたい1分から1分半ぐらいですね。で、この時に、根元の方の火入れ具合をちょっと指でね、確認しまして、で、問題なければ冷水で冷やしておきます。では次にホタテの方を火入れしていきます。まずね、しっかり予熱したフライパンに、オリーブオイルで、仕上げていきます。で、塩したね、ホタテの方には水分がありますので、ここね、しっかり水分を取ってあげてから焼き始めてあげてください。では、焼いていきます。で、置きましたら、こちらはもう一切触れないで、そのまま焼き面をつけていきます。で、ひっくり返しまして、焼き色がついていれば、そのまま、またね、同じように片面の方も色をつけていきます。で、こんな感じに仕上がっていれば OK です。こちらね、生のホタテですので、そのまま食べれるものですので、本当に、こう、さっとね、表面焼くだけで OK です。では、アスパラです。アスパラもね、よく冷やしたら、これ、水分を取ってあげて、
で、こちらも両面ね、焼いてあげるようなイメージで火を入れていきます。もう本当に焼き色をつけるだけですね。こんな感じで焼き色がついていれば OK です。で、裏面の方もしっかり焼き色をつけてあげて、で、仕上げにね、軽くバターを入れて、バターの香りをまとわせてあげます。この時ね、軽く塩はしております。こんな感じになってれば OK ですね。では、ドレスです。こちらソースの入りいかがでございますでしょうか。では実食です。いただきます。いただきます。いやー、うまい。やっぱホタテですよね。抜群ですね。やっぱうまいな。アスパラとホタテが最高すぎる。やばい。これはワイン飲みたいですね。こちらのソースのいい、ホタテとね、合わせていただくと非常に相性のいい、ソースになっております。で、その時に付け合わせとしてこういったね、ソテーしたアスパラ、最後にねちょっとバターを絡めてあげてやってあげるともう一気にね、マリアージュする料理になりますので、ぜひお試しいただけたらなと思います。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ソースノイリーでございました。ここからはね、このノイリープラットのベルモットですね。こちらと、あと、簡単なね、歴史背景だったりとか、あと、合わせる食材、なんかもね、ちょっとご説明できたらなと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではね、こちらのノイリープラットのこのベルモットのお話をさせていただきます。で、まずはこのベルモットっていうね、このお酒のジャンルなんですけども、こちらはですね、この白ワインに、ハーブとかスパイスを入れたこのフレーバーワインだと思っていただければ OK です。で、このノイリープラットっていうのは会社名になります。まあ、ブランド名になりますよね。で、こちらのノイリープラットさんなんですけども、1813年ですね、に創業者であるこのジョセス・ノイリーさんがこうレシピ開発をしていって、その後にですね、義理の息子さんでありますこのクロデュース・プラットさんがこう手を組んだことでこのノイリープラット社ができていったっていう成り立ちがあります。で、こちらのですね、ノイリープラットのこのベルモット、もちろんね、他にもね、イタリアの有名なベルモットとか、いろいろフランス国内にもたくさんあるんですけども、こちらのノイリープラットは、やっぱり他のものとは一線を画する、特別なノイリー、このね、ベルモットになります。で、まずですね、大きな違いというのがですね、この樽をですね、屋外熟成するっていう、特有の製法があるっていうことですね。これがですね、実は非常に重要なところになってきますので、ちょっとね、深掘って話をしていこうかなと思います。はい。
こちらね、ノイリープラットのベルモット。こちらね、ブドウの品種の方は、こちらね、ラングドックのクレレットとかピクプールが使われていると言われています。で、まず大きな特徴として、この海運樽熟成というものをされているんですけども、まずここにつきましては、大まかにまずちょっとご説明させてください。で、まず、こちら、大樽でまず熟成させます。で、その後ですね、オーク小樽に、詰め替えさせていただきまして、この後ですね、南仏の、太陽にさらしたりとか、海風にさらしたりとかですね、そして、四季の寒暖差にこうさらしながら、なんと20ヶ月、屋外で熟成されます。で、これによってですね、酸化熟成が進んでいって、シェリーとかマデラのような、独特なですね、こうナッツのようなこう方向だったりとか、琥珀色のニュアンスとかですね、特有のこの酸の骨格が生まれてくるんですね。で、この時に酸の骨格っていうのは丸みを帯びているっていうようなところになりますね。はい。で、ここの、屋外樽熟成についての、ちょっと深掘った話をこれからさせていただきたいなと思うんですけども、なんでそんなことをするかっていうことなんですよね。で、これにはですね、海運ダルの再現をするためっていうことになります。で、ちょっとね、ここら辺になってくると、もう本当にこの知識の、もう全くこう知識のないところからこの話を聞いてしまうと、一体何を話してるんだっていうような話になってしまうと思うんですけども、まずこの海運ダルの再現っていうものがどういうものかっていうところからちょっとお話をするんですけども、18世紀、19世紀ですね。その時が、頃の、港からこう、船でね、輸送されるワインっていうのは、こう、長い航海の中でですね、太陽の光にさらされたりとか、潮風、とかですね、日中夜のこの寒暖差にさらされていくっていうような状況下の中で、ワインは、酸化熟成を遂げていくっていうところになるんですよね。で、ここでね、この酸化熟成されたものが、独特なこの深みがあったりとか、アロマを持っているっていうところで、この独特なね、こう製法になっていくっていうようなものがこの海運ダルの再現っていうようなところでまず覚えておいていただきたいなと思います。で、そこにですね、ノイリープラット社のベルモットは、これをですね、どうやってこの海運ダルを再現させていくかっていうところで、独自の技術として確立されたのが、この、屋外樽熟成というものになってきます。で、これをですね、オークダルに、移し替えた後に、この港にね、ブワーって並べてですね、この南フランスの気候にですね、20ヶ月間、さらしていくっていうところですね。もうそれこそもう太陽の光、潮風、そしてですね、もう昼夜の寒暖差にさらしていくっていうところで、この伝統的な、技術として定着させていったっていうところになります。これがね、大きな特徴になりますので、まず一つ覚えておいていただけたらなと思います。先にね、ちょっと屋外熟成のところちょっとお話してしまったんですけども、マセラシオンっていう、親戚のところをね、ちょっとお話しすると、使っている材料の方が、カモミール、ビターオレンジピール、ナツメグ、セントジョンヌ・ドゥ・ワートとかですね、コリアンド、キナガバとかですね、結構、いろんなものをですね、集めて、このね、ボタニカルをこう3週間手作業でこうマセラションっていうこうね、作業をしていきます。で、これがですね、酸化熟成していく時のこの複雑味ですよね。すごい立体感のあるこの香りが、当時のね、このバンブラにはこのなかなかなかったものっていうところにはあるんですけども、ここがですね、調理理論のところでは非常に重要なところになってくるんですね。で、この強烈な香りが、実はこの加熱してもブレないっていうこの強力な方向がですね、このバターとかクリームに重厚さに負けない旨味の骨格を作っていくっていうところで、非常に地位を確立していったのがこのノイリープラットのベルモットになってきますね。はい。ではね、以前やりました、こちら、せーの。はい、こちらですね。このバンブラン、ソースバンブラン、基本のね、ソースではあるんですけども、実は作り方としては、このバンブランと、このね、このノイリー、ソースノイリーの方っていうのはほぼ一緒なんですよね。使っ
っているこのワインの方が白ワインであるかベルモットであるかっていうところの差ではあるんですけども、ここはですね、何が違うんですかっていうところですよね。で、白ワインはですね、やはりこのね、煮詰めていくと鋭いこの酢酸があったりとか、この硝石酸がこうね、突出しやすいんですよね。ですので、そこをですね、どうやって、こう角が取れたものにしていくかとかっていうところっていうのは、なかなかやっぱり技術的にも難しいところにはなってくるんですけども、そこをですね、実はそのグランドキュイジーヌの時代からヌーベルキュイジーヌのこう運動が始まりかけてきた時に現れたのがこのノイリー・プラットのベルモットになりますね。で、これがこうね、出てきたことによって、当時のエスコピエさんですよね、がこう新たなね、このソースとして、このノイリー・プラットのベルモットを使っていったことによって、角がね取れたまろやかなこの酸、そしてこの強いアロマがあることで、非常にこのクリームとこう脂質にねこう溶け込んでいって長い余韻を持たせることができるんです。このちょっと長い余韻に関しましては、ちょっとまたね、深掘って後でお話ししようかなとは思うんですけども、これが出せるのがこのノイリー・プラットのベルモットの面白いところだったりします。はい。こちらのね、ソースノイリー、非常に僕は面白いソースだなと思っているソースの一つだったりはするんですけども、まず先ほど言いました長い余韻っていうお話があったと思うんですが、これをどうやって、長くしたり短くしたりすることができるかっていうと、実はここはレモンの最後に加えるレモンで、調節ができるっていうところです。で、このレモンの量を多くするか少なくするかで、この余韻を短く長くっていうところが調節できるっていうのがまず一つと、あとこの生クリームの量ですね。この生クリームの量を多くするか、それとも少なくするかで、これがですね、またこのノイリーの持ってこのノイリープラットの持っているこの芳醇な香り、このアロマをどうやってこうはっきり際立たせるかっていうかですね、優しくしていくかっていうところをこのレモンと生クリームで、このね、大きく調節することができます。これがこのノイリープラットのベルモットの大きな特徴です。はい。で、なぜそんなことをするんですかっていうことになるんですけども、これはですね、このノイリーソースノイリーに関しましてはいろいろですね、合わせる食材が結構多岐にわたるっていうところがあります。で、まず魚介類でいけば、白身魚で言えばこのヒラメだったりとか、スズキだったりとか、シタビラメ、アンコウなんかにもね、非常に合わせやすいっていうものになりますね。で、甲殻類で言えば、オマールエビだったり、テナガエビ。貝類であれば、今回のサンジャックですよね。ホタテ貝とか、ムール貝なんかにも合わせやすいです。はい。で、今回は、ヒュメドポワソンベースにさせていただきました。で、ヒュメドポワソンではなくて、例えば、ポンドボライユと、あと、コンブランですよね。そちらの方を使った場合は、例えば、ブレスチキンだったりとか、ホロホロ鳥だったりとか、ハト、ピジョンですよね。あと、リードボーだったりとか、あと、子牛なんかも非常に合わせやすいですよね。で、ちょっとね、野菜類の方でも、合わせるものがたくさんありまして、フェンネル、ポアローネギ、そしてアスパラ、今回お見せしましたアスパラだったりとか、カブですよね。キノコなんかで言えば、モーリー油、ジロール、マッシュルームなんかも非常に合わせやすいです。ですので、考え方としては、今言いました、魚介類だったりとか、お肉の方に、ガルニチュールで合わせるときに、こういったね、今言った野菜とかキノコっていうのを使っていただければ OK かなというところですね。で、その時に、ハーブのアクセントとして、フレッシュハーブであれば、エストラゴン、セルフィーユ、ディル、ここら辺ですよね。ここら辺なんかを合わせていくと、非常にね、一つのお皿として完成度はぐっと上がるっていうところになってきます。はい。以上がね、ソースノイリーのご説明でございました。私ね、このソースノイリー非常に好きなソースの一つだったりします。というのが、
こちらのね、ソース、お客様にお出しして、で、お客様の方が、このソースは何ですかって、特に聞いてくるソースなんですね。で、これはですね、実際に、この、ノイリープラット社の、このベルモットをお見せして、このね、フレーバーワインから作っているものになるんですよってお話しして、で、お客様が、へーって言って、その日はね、そのまま終わるんですけども、またね、いらっしゃった時に、この間のさ、ベルモット買ったよなんて話になるんですよね。買ったんですかなんてね、話をしてる時に、いや、フレーバーワインがあんなソースになるんだね、なんて言って、驚かれて、またね、一つのね、話の、こう、盛り上がりを見せる、っていうところが、このね、この、ノイリープラットの、こう、ベルモットの不思議な魔力だったりとかしますよね。はい。非常にね、お客様とのコミュニケーションを取る一つの、ソースとしても、私は非常に、好きな、ソースの一つだったりします。はい。そしてね、いつも熱いハイプでの応援、熱いメッセージ、そしてチャンネル登録、高評価、いつもありがとうございます。まだまだね、ソースにしても、そして、郷土料理だったりとか、フランスの家庭料理だったりとか、まだまだね、お見せしたいものが本当に山ほどありますのでね、引き続き、皆様からの熱いメッセージ、ハイプでの応援、よろしくお願いいたします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。